ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下にある大改造を経た駅のご紹介です。線路の上を歩けることで知られているこの駅、開業後の想定外の事態に起因するホームの上の階層に隠された魔改造の歴史を全部まとめてお届けします。今とは一味違う構内の様子をあなたはご存知でしょうか？動画の中にある後の展開への伏線にも注目です。ここは東京メトロ有楽町線月島駅です。東京メトロ有楽町線は3駅隣の新木場駅と埼玉県の和光市駅とを結ぶ全長 28.3 キロの路線。和光市から池袋までは副都心線と重複しており、合計5社からなる直通ネットワークの一部を形成しています。その結節点である小竹向原駅の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。今回向かうのが、この一駅隣にある豊洲駅です。新木場行きに乗って、早速豊洲駅へと向かいます。LCD モニターに映った構内図を見ると、改札は新木場寄りに2カ所、和光市寄りに1カ所、全部で3カ所あるようですね。すると、電車の揺れに注意の画面に切り替わります。先ほどの月島駅は一面二線のよくある形状の駅でしたが、次の豊洲駅は違います。駅の手前で、壁の向こうに2本の線路が見えます。線路の間にはダブルクロスポイントがあり、この線路とも繋がっているらしく、ポイントを渡る音が響きます。間にある壁が途切れると、列車は豊洲駅に到着です。ただし、駅の構造自体は島式ホーム2面4線で、これだけだと変わったところもないように見えます。一見普通の駅、何が特殊なのでしょうか。駅の終端から和光市方面を見ると、奥の方には留置線が2本あり、それぞれに車両が留置されています。右が私が乗ってきたのと同じ1万系、そして左が最新型の1万7000系です。照明は落とされ、ライトも一切ついていません。中央の2線は、当駅を始発終着とする列車が使っているのかと思いきや、足元に視線を移すと、様子が変わります。ホームの端に車止めがあり、留置線からホームへは入れないようになっています。そしてちょうどこの真上で、架線も途切れています。2面4線のうち、中央の2線に車両が入れないようになっているこの駅、逆方向を見ると、また様子が変わります。そこには、中央の2線にかかる仮囲いが、線路からパイプを立ち上げて作った、いかにも仮で作りましたという仕様。そして、ホームと同じ高さには板があります。そう、実はこの裏側はホームと同じ高さに板が渡されており、通路として利用できるようになっているのです。ホームドアも開いており、その間から2つのホームを自由に行き来できます。ここには天井の明かりはありませんが、中央の柱の左右には蛍光灯がつけられ、一定の明るさが保たれています。この空間はこの先にも続いており、基本的に左右対称となっているこのホームですが、新木場寄りに行くと、状況が変わります。向かって右の和光市方面行きホームの方が、左の新木場行きホームに比べて高くなり、通路の高さも異なってきます。間をスロープで繋いだ部分はここまでで、ここから先では双方を行き来することはできなくなる、かと思いきや、この先の1両分弱でも、双方を行き来できるようになっています。ただし高低差が大きいので、スロープではなく階段になっています。線路の上の通路はここまで。この辺りまで来ると、双方のホームの高低差は1メートル余りになっています。高低差は大きくなる一方なので、これ以上通路を伸ばすのは現実的ではありません。そしてこの先では、トンネルは奥で左に曲がっており、左側の線路の路盤の高さが、右側の線路の高さに揃えられています。奥の様子は、反対側のホームからだとよく見えます。トンネルには中柱も加わり、高さを上げて左に曲がっていきます。新木場寄りでは本線に接続しない線形の理由は、この駅が建設された背景にあります。豊洲駅が開業したのは、1988年6月。この駅には、現在の半蔵門線の住吉駅とを結ぶ支線が計画されており、その分岐駅としての役割を有していたため、2面4線の駅として計画されたのです。新木場寄りで中線が高さを上げて左にカーブしていたのは、有楽町線の新木場行きの線路を乗り越えるためで、和光市寄りの留置線は、住吉方面から来た列車が折り返すための設備です。新木場行きの線路はホームの途中から下り坂になり、
この先で35ミルの下り勾配になっています。今でこそ中線は塞がれていますが、それ以前はこの2本も普通に供用されており、当駅始発、終着列車が発着していました。ただし、2駅隣の新木場が終点であること、この駅で和光市方面に折り返すには留置線での切り返しが必要なことから、この駅を始発終着とする列車はほとんどありませんでした。ここに映っているのは、3番線に入線してきた西武線直通の列車です。留置線から入れ替えてきた列車のため、ヘッドライトとテールライトの両方が点灯しています。この画像は2019年1月に撮影したもの。当時はまだ2つのホームが繋がってはいなかったようです。また、有楽町線系統で運行される有料座席指定列車であるエストレインは、この駅を始発終着としており、この駅の3番線を始発としていました。中線を使っていたのはこのような列車のみと、ごく限られていたのです。そして、つい3年余り前までは供用されていた線路が塞がれて通路となったのは、2020年3月のことです。これは、同年夏に予定されていた東京五輪に伴い、会場に近いこの駅が混雑することから、動線を確保するための措置でした。柱の随所に、1、2番線側からも、あるいは、3、4番線側からも改札階へ上がれますという掲示が掲げられています。あくまで五輪中の措置だったため、床の仕上げは簡易的なもので、展示ブロックや案内看板は追加されませんでした。ホームドアは動線を確保する上では邪魔になりますが、すべてそのまま残され、誤作動を防ぐためか、銀色のシールで塞がれるのみとなっています。天井にぶら下がっている方面案内も外されることはなく、2番線が降車ホームのままで、3番線は4番線と同じ案内のままとなっています。こうして設けられた通路でしたが、広い構内が感染症の拡大防止に役立つことから、現在も残っているというわけです。ただし、ここまではまだ、この話の前座にあたる場所。これまで見てきた光景の中に、この駅の大改造の痕跡が隠れていたことに、皆さんはお気づきでしょうか？ここで、和光市寄りにあるエスカレーターから、改札階へと上がります。ホームの幅は意外と狭く、階段やエスカレーターを収めた場所もこの幅しかありません。上下とも幅広タイプにすることはできなかったらしく、結構窮屈な感じです。この設備では、確かにオリンピックの乗客はさばけないかもしれません。改札へは、ここを回り込む動線になっています。そしてここを左に曲がって振り返ると、先ほどまで私が乗っていたエスカレーターの横に、別のエスカレーターが姿を現しています。私の後ろを他の乗客がエスカレーターに乗って上がってきたのに、このエスカレーターからは誰も上がってきません。そしてこの構造は、隣のホームも同じです。2台のエスカレーターの左、トンネルの内側にあたる場所にはもう1台のエスカレーターがあり、さらにその隣に階段があります。これらの設備は、一体どこから隣に加わってきたのでしょうか。早速降りてみましょう。方面案内には有楽町線のすべての駅が記載され、どちらのホームにも行ける表記になっています。そしてこの階段、先ほどより明らかに浅いところで終わっています。そう、実はこの駅、ホーム階と改札階の間にもう一つの階層があり、ここで2つのホームに動線が分かれているのです。1台くっついていたエスカレーターから上がってくる乗客がいなかったのは、ここが遠回りになるからです。後ろを向くとホームから直通するエスカレーターがあり、反対側も同じです。窓越しにエスカレーターを覗けるのは、なんだかシュールですね。この階には、エストレインの券売機もあります。改札階には券売機がないので、このフロアで買わないといけません。足元のラインが付け替えられているのが細かいですね。動線もなんだか複雑で変わっていますが、それ以上に注目すべきなのは、この階の内装です。先ほどのカットで、右奥だけ床の仕上げが異なっていたことにお気づきでしょうか。後ろに回り込んでみましょう。先ほどのエスカレーターなどを抜けたところで床の仕上げが変わり、少々古い感じになります。これは左側と右側にかけても同じで、壁面の仕上げも同じです。ただし、左の柱などは仕上げがまた異なっています。古い仕上げは裏側に回り込んだところにも続いており、新旧の仕上げがパッチワークのように混ざっています。そして先ほど回り込んだところにあった階段はこの通り。先ほどのエスカレーターに比べ、明らかに古いことがわかります。
実はこの駅にある動線は、開業時に設けられたものと、それ以降の大改造に伴って設けられたものの2種類があるのです。この駅が開業した1988年当時、駅周辺は工場地帯でした。場所によっては住宅もありますが、平成初期になっても工場への引き込み線が残っている、そんな場所だったのです。乗降客は工場への通勤客が大半で、初年度の乗降客数は1日平均で25,000人ほど。そのため動線はシンプルで、開業当時の動線はこのようになっていました。中盤で私が上がったエスカレーターや階段、改札などは開業当時はまだ存在せず、改札は新木場寄りの1箇所のみだったのです。この図からは、ホームと改札を直結するのがエレベーターのみだったことがわかります。ところが開業後、2000年代に周辺の工場移転が本格化し、跡地にオフィスビルや住宅、商業施設が建設されると、乗降客数は増加の一途をたどります。そして2006年には、この駅で接続するゆりかもめが開業。それまで5万人台で安定していた乗降客数は、10万人、15万人を超え、さらに増え続けます。駅周辺の開発は止まる気配がなく、乗客をさばくのは限界だったため、駅構内の大改良が決まります。上下階に移動する動線を移設、増設し、動線を整備することになりました。そして、その受け皿となる改札も増設されることになります。先ほど私が上がったエスカレーターの先にある商業施設の名称を冠したララポート方面改札は、そこに至る動線まで、この大改造によってできたものです。また、3カ所ある改札のうち、中央改札は、もともと業務用の空間だった場所を整理して改札を仕立てたものです。改札と動線を増やしたことで、列車通過時に吹き荒れる風が弱まるという、嬉しいおまけもありました。ただしそれだけではありません。開業時からあった駅前交差点改札は、もともと階段を上り切った正面だけに改札機が並んでいたところ、この改札がゆりかもめに一番近いこともあり、改良に合わせて改札機が増設され、少しでも動線を増やす工夫がなされています。なお、ララポート方面改札だけは床の高さが他より高いため、双方を結ぶ通路の途中に階段とスロープがあります。このカットにも開業時からの内装が部分的に残っており、どのように改造されていったのかが伺えます。これらの改造を経て構内は大きく変わり、駅周辺に建てられた建物と地下で直結させるため、出入り口も大半が改築されています。開業時からほぼそのまま残っているのは、新木場寄りにある出入り口の一部、4、5、6A のみ。昭和末期に開業してから34年、改装された部分と比べると、やはり古めかしい印象が拭えませんね。一方改造の痕跡は、ホーム上に色濃く残っています。序盤で歩いていた通路の横には、増設したエスカレーターの底面がはみ出しています。その奥の階段は、改良に伴って画面左に移設したものであり、壁の仕上げが異なっています。エレベーターは後から移設したこともあり、周囲の構造が他の駅では見かけない特徴的なものになっています。これは改札の間も同じであり、階段を移設した部分は柱と床の構造が違うなど、見れば見るほど痕跡が浮き出てきます。なお、この改良工事が行われるまで、中央の2線は共用されておらず、現在の4番線が2番線となっていました。ホーム内側には柵があり、線路や架線もありませんでした。当時の新木場寄りの中線は両方とも路盤が高く、新木場行きホームは中線に面する部分が切り欠かれていましたが、この改良工事の時に現在の形態になるとともに、和光市寄りに1線しかなかった留置線が2線に増やされています。そして工事中は一時的に動線が減るため、中線部分を埋めてホームとして活用していたのです。長期間にわたって使用されるため、案内看板も本節と同様のものが置かれ、床面には展示ブロックもありました。駅員用の待機スペースも、この部分にあったのです。改良工事に合わせて駅のリニューアルが行われる前ということもあり、薄暗くて鬱屈とした雰囲気が漂います。この改良工事は2013年に完了し、同年3月のダイヤ改正で中線を使う営業列車が設定され、五輪対策で再び線路が塞がれるまで続いていました。こうして構内の動線が改善された豊洲駅ですが、この改良で全ての問題が解決したわけではなく、乗降客数の伸びは、東京メトロが改良工事を計画した際の見込みを上回るペースで進んできました。
現在でもラッシュ時間帯は相当な混雑となるため、一部のエスカレーターは上り専用となるなど、乗客をさばくのに苦労しているのが伺えます。この駅を訪れるときは、10年前の改良工事のことも忘れないでくださいね。ご視聴ありがとうございました。